今回は真夏はなぜアスカちゃんの卒コン前に卒業するのに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。なんかやらかした？逆だろ。なんでアスカは真夏より後に卒コンすんのだろ。これ、いろいろ事情はあるんだろうがアスカ卒コンについて早く発表した方がいい。正直だんだんどうでもよくなりつつある。真夏の卒コンがこういう形ならなおさら。真夏の卒業は決まっていたから卒コンまでスケジュールしてある。アスカの卒業は急に決まったので卒コンを何時にするか決めてないと考えるのが普通かな。アスカの卒業が急に決まるわけないじゃん。白石卒業の1日前に去った中田花。アスカの卒業コンサートを埋めるためにたくさんメンバー卒業させる運営はアホ。さすがに何もしなくてもアスカの卒コンはドームでも確実に埋まるっしょ。アスカ卒コン、真夏卒コン、バスラ、ツアー。今年はライブをたくさん行って、赤字を解消しようと必死だな。タイミング怪しいよな。怖いな。同期がいない卒コン言うてるからこの前にアスカの最後があるんだろうか。アスカはもっとでかいとこでやりたいだけだろ。神宮まで引っ張ったら30歳になっちゃうからでは？最年少の卒コンにお姉さんみんな来た方がいいのかね。もしかして同時卒コンある？俺は合同だと思ってる。必ず映像化されるバスラ千秋楽で卒コンとか表題センターの中でもなーちゃんレベルの好待遇や。つかもうアスカ卒業してんじゃないの？まだやるの？12月31でグループ活動終了。卒コンは2023年やる。絶対アスカ登場するやつやんな。秋梅菅松が会食した時にはこの話は出てたんでそ。ヨダの火消し。くだらねえこと言ってんじゃねえぞ AKB。真夏はアスカと違ってファンを大切に思ってないからだよ。アスカは最後自分のファンに有料コンテンツいっぱい送ってきたけど真夏はファンを大切にしてないから有料コンテンツ放置してインスタ連発すると思うよ。真夏を応援してきて最後残念な終わり方だった。でも真夏がインスタやる前はファンを大切してたから楽しかったよ。真夏お疲れ様でした。唯一のメリットはお前が消えることか。吉命。キモータに吉命と言われてもドン引きでんがな。最後こっちは真夏のミーグリに行くからね。記名説教かまされる真夏に同情する。真夏さんの時に卒業生みんな来てステージに上がったりするのかな？いや別に歌ったりするわけじゃなくて見届けるというか。連休明けになんか出るんじゃね？よっぽどアスカの卒コンに出たくなかったってことだろ。アスカの卒コン出るくらいなら先に卒業するって言って急遽卒業決めたんだろう。運営は秋元よりヨダを先に追い出すべきだろ。ドタバタすぎて運営を叱りたい。沈む船からは早急に脱出が基本だよな。矢口まりかよ。次のシングル2月上旬に発売してソロ曲とかある？架け橋が卒業するから。だったら真夏さんの前に発表しろよ。卒業ならまだいい。揉めた結果契約解除とかだとかわいそうすぎる。横あり確保考えや、1年前にはほぼ決まってただろうから、運営的にはドタバタ発表ではないだろう。アスカとの順序も真夏と今野でだいぶ議論したはず。金儲けのために変なひねくれが発生してるな。卒コンあるのに去年で卒業しましたとかも本来意味がわからん。アスカが声出しありの卒コンにこだわるせいでめちゃくちゃになった。そんなに俺嫁コールしてほしいのか。ヨダの責任を取るためだろ。乃木坂史上最大のスキャンダルだったからキャプテンとして当然だよな。逆だろこれ。卒業リークのイニシャルは A だった。真夏よりも前にアスカが割り込んできた。つまり星野と同じ状況。2代目キャプテンになったのも夏だし就任丸周年のキリもいいしタイトル的に真夏の全国ツアーで卒業すべきなんだけどな。去年の全ツでわざわざ1期2期が一歩引いて3期4期を決め立たせる瀬戸り作ったのに居座って翌年も全ツに残ってるわけがない。本当は真夏が去年の紅白で活動終了。2月バスラで卒コンの予定だったのかもな。
そこへ何らかの事情で来年卒業予定のアスカが卒業を前倒しせざるを得なくなって、こんなドタバタ劇になったかと。真夏の卒業が先に決まってたぽいな。でも発表はアスカの方を先にした。それぞれの立ち位置を考慮した結果そうなった感じだな。逆転だぞ。後輩の不始末の責任取らされたんだろ。監督不行き届きみたいな。与田の監督責任なのか？アスカを昨年紅白ラストにすることは決まっていて本来は真夏を先にするつもりだったのかもしれないが簿記のごちゃごちゃで間に合わなかったのかもな。真夏さんピンでの卒業コンサートは厳しいからじゃないの？知らんけど。過去何度もスキャンダルの火消しタイミングでこういうことあるよな。真夏の卒コンにはアスカ出ない、アスカの卒コンには真夏出ない、なんてことも。実際には真夏の卒コンには白石など卒業生登場。アスカの卒コンには真夏含め卒業生登場って感じか。一期生どれだけ来るかな。真夏さんリスペクト軍団も来るかな。活動し始めたのが遅れたから真夏が最後に卒業というストーリーを成り立たせるために真夏がラスト。ただし卒コンはアスカラストにした方が最年少の人気面で一期大団円として盛り上がるので卒コンはアスカが後。うんこみてえな思惑渦巻いてて吐きそう。全然ドタバタとかじゃなくて完全な予定通りだと思うけどな。アスカの卒業発表から卒業が11月から12月、卒コンが3月。でそこに被らないように真夏の卒業発表から卒業が1月から2月。アスカの卒コンにでかい箱を3月に抑えて、真夏はその前のバスラで卒コン。明らかに意図してるでしょ。この場合、最後の一期生は誰？真夏じゃない。卒業発表の順で。でも最後に卒コンするのはアスカだけど？真夏の卒コンは西野に別撮りで真夏お疲れって音声録音して流せばいいだろ。真夏はキャプテンだから引き継ぎとかそういうのも考えて運営と前から発表や卒コンの予定を詰めてると思うけど突発的に決めたのはどちらかというとアスカの方っぽいけどな。マジか？どういうことやらかした？アスカの卒コンは大きな会場でやるから、時間がかかる。アスカ真夏クラスの卒業は1年前には決まってるだろうからアスカの日程が狂ったんやろね。横割り5日間抑えるの相当前から計画してるだろうし。ここの運営に深い考えなんてないから年末の音楽特番を斎藤アスカラストアンラするためってだけだろうな。以上、真夏はなぜアスカちゃんの卒コン前に卒業するの？に対するオタたちの反応でした。アスカちゃんの卒コンで一期生みんな集まってくれないかな？無理だろうけど。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。